ご視聴ありがとうございます。今回は中央本線の変わった駅のご紹介です。幅広ホームと変わった改札、2つある南口と小さな北口が示すカオスな歴史を解説します。その駅が中央本線の上野原駅です。東京駅からも直通列車がありますが、本数が少ないため、東京駅の所要時間案内には記載がなく、途中の高尾で乗り換えとなります。この駅も見どころ満載なのですが、それはまた別の動画でご紹介するとして、当駅始発の列車に乗り換えます。高尾から乗り換えるのは、東海道線などから転属した211系です。沿線は一気に山深い区間になり、線路からやや離れた場所には高速道路が並行します。中央本線のこの辺りの区間では、単線トンネルが並列しているところが多く見られます。線路間隔が狭くなってくると、高尾駅から3駅17分、上野原駅に到着です。ホームの前よりはご覧の通り、およそ12メートルの幅広ホームは、なかなかのインパクトです。この駅に止まるのは普通列車と快速列車だけ。E233 系か211系で運行され、最大10両編成です。この駅の2019年度の乗車人員は、1日5000人弱。乗車人員に不釣り合いの幅広ホームの理由は、一体何でしょうか。その謎を解き明かす前に、構内を一通り巡ってみましょう。下り線側に2本ある側線のうち、手前の線路はつい最近まで現役だったもので、駅の前後に上下線の渡り線があったため、上下両方の列車が入線できる構造でした。線路の上には、まだ架線が残っています。この側線は、この駅の将来に関わってくるものです。ホームの端に歩いていくと、ホームに段差が生じる箇所があります。ただし、以前別の動画でご紹介したお茶の水駅とは違い、線路の曲線が減輪です。駅の下り方の線路を見ると、線路の傾きが急なことがわかります。曲線半径は500メートルと、極端に急なカーブではありませんが、注目すべきはカントの量。その量、実に100ミリ。狭軌在来線の上限は105ミリなので、上限に近い量です。特急列車が高速で通過できるよう、カントが急になっているのです。中央本線の特急といえば、もっぱら E353 系ですが、時にはトランス E と敷島に出くわすこともあります。速達列車が通過する様子を見ると、このカント量が有効に作用していることがわかりますね。登り方を見ると、幅広ホームに合わせた屋根がインパクト抜群です。ただ、駅舎の方へと向かうと、途中でホームが一気に狭くなりました。ホーム上に建物がある駅は多いですが、この壁は延々と続きます。そして自動生産機の奥には、改札機が、奥の方にも、また改札機が並んでいます。改札外から見るとこんな感じです。改札がホームにベタ付きになっている駅は多いですが、この駅は島式ホーム。島式ホームのど真ん中に改札があるのは、非常に珍しいことです。ここからホームがつながる場所までは割と距離があるので、改札は上下のホームで分けて案内されています。ちなみに発車案内表示器には、車両のイラストが描かれています。このような得意な形態になった理由は、駅を出た後でご紹介するとして、後ろにあるエスカレーターを上がります。この駅にはハイキングなどで訪れる人もいるので、このようなポストもあります。改札機の台数が上下で異なるのは、こうした旅客流動に対応する目的があるようです。出口は南口と北口の2つ、先に北口に出ることにしましょう。北口の正面にあるのは、ロータリーと呼べるほどでもない、小さな道路だけ。すぐ後ろには山が迫っているため、なんとか確保できたスペースに設けられているのがわかります。北口はマイカーによる送迎に使われており、バス乗り場とタクシー乗り場は南口にあります。なんとも中途半端な施設に見えますが、実はこれこそが、この駅の歴史の痕跡なのです。駅の東側、少々離れた場所から駅の方を見てみます。傾斜地の狭いスペースに、ホームが設けられていることがわかります。ここからでも、北口と南口との間に、かなりの高低差があることが伺えます。この辺りで、この駅の成り立ちと、現在に至る流れを解説していきましょう。上野原駅の開業は、1901年8月。国有鉄道中央本線の駅として、八王子から延伸された際に開業した駅です。今年で120周年を迎えるこの駅、小仙峡では駅の写真展が開かれています。1920年頃の写真からは、駅舎はもともとホームにあったことが伺えます。
傾斜地にある跨線橋の上に駅舎を設けるのも無理がありますし、開業時は蒸気機関車の時代で、職員の行き来が頻繁に行われていたことが理由のようです。この区間が電化されたのは、1931年のことです。それから50年余り後、駅開業から80年以上が経過して、ようやく南口が設置されます。ここからは、南口、ひいては駅と街に関わる事情を解説していきましょう。先ほどの跨線橋を、途中で分岐する階段を横目に進んでいきます。先ほどご紹介した写真展の掲示は、この辺りに設置されています。北口とは異なる、真新しい通路が特徴的です。その突き当たりに設けられた窓からは、遠くの景色が一望でき、駅の南側に流れる川と湖、住宅が見えます。その手前には、広いバスロータリーと、真新しいスーパーなどが建っています。再開発で建設されたように見えますが、実はそうでもありません。南口の外から見ると、目新しいビルが目を引きます。この中にはエレベーターがあり、跨線橋への動線となっています。一方その後ろには、先ほど通り過ぎた階段の先に伸びる、古びた階段が見えます。階段の内部にはツタが生えているところもあり、人気はほとんどありません。今では非常に地味な存在になりましたが、実はこの階段こそが、1981年に開設された南口の階段。先ほど見た建物は、2017年に完成したもので、バスロータリーなどの共用はその翌年でした。跨線橋の延長部分も、外から見ると明らかに作りが異なっており、2016年の銘板があります。目の前の道路はバスロータリーの建設に合わせて縮小されたのかと思いきや、そういうわけではありません。実はこの駅、南口にバスロータリーなどができる前は、バスはあの北口から発着していたのです。この写真、明らかに窮屈なのがわかりますが、市街地寄りの南口にバスロータリーが設けられなかったのはなぜでしょう。そこには、上野原という町の事情が関係しています。駅の南側の方が開けているように見えますが、実は上野原市の中心は、この山の向こう、駅の北側にあるのです。空中写真を見ると、南側よりも何倍も大きな市街地が広がっているのがわかります。これは、山梨県を東西に貫く街道、甲州街道のルートによるものです。一方、中央本線の山をトンネルでショートカットしたため、上野原駅は市街地から離れた場所に設けられることになりました。開業時は、市街地へのアクセスの観点から北側に出口が設けられましたが、背後に切り立った山があるため、あのスペースしか確保できなかったのです。バスターミナルの機能が南口に移転するまで、あの狭い場所でバスが展開せざるを得ない状況が、数十年にわたって続きました。1回の折り返しのために3回切り返す必要があり、非常に苦労したそうです。一方、南口の前にある道路の幅も狭く、バスターミナルの機能を移せるものではありませんでした。この状況に終止符を打つため、2010年には上野原市が駅周辺の整備構想を発表。交通の拠点を駅の南側に設置する方針が決まりました。もともとこの辺りには住宅と田んぼが広がっており、それらを活用することになりました。最終的にバスターミナルの整備まで完了したのは2018年4月。これにより、駅周辺の交通環境は大幅に改善されました。そしてこの駅は、さらなる変化を迎えようとしています。それが、ホームの登り方に現れています。中央線で進む通勤電車へのグリーン車増結計画は、この駅を含む区間も対象になっています。この駅の場合、下り方にホームを延伸することができないため、上り方に延伸されることになりました。上り線側は素直に延伸されていますが、下り線側は少々様子が違います。側線につながる分岐器が延伸部分のホームと干渉していたため、分岐器が撤去されています。分岐器に合わせてホームを削るよりも、側線を廃止した方が合理的と判断されたことが理由のようです。南口のバスロータリーも完成し、基本的には改良一辺倒に見える上野原駅ですが、実はそうでもありません。その真相は、先ほど一瞬だけ見えていた、ホームの先端部分にあります。特急用の停車位置目標があったことにお気づきでしょうか。この停車位置目標は、下り線側にも設けられています。その両数は、9両と11両。現在の E353 系は、9両か12両で運行されていますが、この停車位置目標が役目を果たしていたのは、その一世代前、E257 系の時代が最後です。現在では特急列車が止まらないこの駅には、かつては上下で数本、特急列車が停車していました。停車位置目標は、
その頃の名残です。特急が停車しなくなったのは、2017年3月のダイヤ改正のことでした。同年12月に E353 系がデビューする、ほんの少し前のことです。停車する特急の中には給料で運行されるものもあったため、両数が全ての理由ではないようです。そしてこのタイミングは、2017年10月に南口の増設が終わり、翌年4月にバスロータリーなどが南口に移される、ほんの少し前のことでもありました。名板や駅の外装には、JR の文字やマークがなく、基本的に自治体が費用負担したことが伺えますが、新しくなった施設で特急列車を迎えることは、どうやら叶わなかったようです。実はこの駅、山梨県内の JR の駅としては、甲府、大月の両駅に次ぐ第3位の乗車人員を有しています。列車の停車駅を選定する上で、乗車人員だけが基準ではありませんが、少々寂しい話です。今年で120周年を迎える上野原駅、ここに特急が停車する日が再び来るのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。